はい、パルの冒険です。本日こちら戦国部やっていこうと思います。今復刻限定武将で来ている今川義元の方をね、今日はちょっと見ていこうかと思います。これね、使い方が難しくてね、悩みに悩んでるんですけれど、スキルの発動の速さ、これが低っていうことなんですけれど、低やねんけど、この子は一番早く動く。これを自身にバフが付与されるとっていうところ、これ普通の戦いでバフが付与されていくとそんなに言うほど早くないんやけど、これバフって神髄でバフつけれるんですよ。そうするとですね、戦闘が始まる前からもうすでに浮世絵がついていって、浮世絵で僕の場合星がついたり不屈がついたりするんですけど、そういうのが先つくんですね、浮世絵が。その次とかは神髄で3枠に何入れてるとか4枠に何入れてるかっていうのでバフをつけるようなバフを入れといたら、この子が戦闘開始時より早くにもう戦闘が始まっていくんです。いうことでね、属性から見ていこうと思います。改めて経絡攻撃30%、スキル会心 30%、追いゲージプラス1、経絡ダメージ45、ダメージ25。ここでね、特殊すべきはスキル会心が30ついてるっていうことで、この武将は簡単にスキル会心100超えます。だからこの武将でスキル会心100以上超えさせて敵にスキル会心を食らわせると、スキル会心で味方が発動する武将を揃えておいたら、この今川が一番早く動くんで、味方がスキル会心を発動するっていう武将が作動し始めます。から、兵種なんですけど、四方四球種、蚊帳兵、騎馬鉄砲。この騎馬鉄砲とかを選ぶと、スキル会心が20、選ぶだけで20つきます。ね、大々の兵装を12以上上げると、さらに 10つくんです。ね、火力を増すだけやったら、この蚊帳兵がええと思いますね。蚊帳兵僕持ってるんやけど、15まで上げてないけど、火力はここが一番上がりますね。ということですかね。連携がね、結構いいのつきますよ。武田信玄、北条氏康。そうやね、三国同盟のあれやね。で、徳川家康、井伊直虎っていう感じで、結構いいのがつけるんで、この武将に支援武将でこの辺つけていったらダメージ上がりますね。だからダメージ上げようと思ったら武田信玄つけたり、北条氏康つけたり、もうつけるだけで上がるんでね。で、ダメージ軽減とかかな。スキル会心、スキルの方なんですけれど、前述しました通り、バフが付与されるんは早いんですけれど、その後に発動する速さは低っていうことで遅いんです。だからもう戦闘開始時の瞬間に、この子にいろんなバフが付与できるようにしとくんです。そうすると、剣士や古種や希望や、もうありとあらゆるものをこの子にもう戦闘開始時ぐらいにもういっぺんにつけるんですよ。そうするとこの子低やねんけれど結構な速さで動きます。もう実際ちょっと僕動かしてみて、最近ずっと悩みながら動かして研究してるんですけど、かなりね早く動くし手数が多いんですよ。この毎ターン8回発動っていうのがもうまず間違いなく8回ぐらい発動しますね。で、自身にバフが付与されると、これなんか言うとるここ。敵前列にランダム2部隊に脆弱ってことで、相手の硬いアタッカーちゃう何言うとる。硬い壁武将やね。秀吉であったり、直江であったりね、硬い武将が前列で守ってるじゃないですか。それを脆弱で柔らかくして、で、とどめさせていくってことでね、壁武将をやっつけていけるタンクをね。
敵兵力最多の2部隊に110の計略ダメージを与え浄化効果を発動。この浄化によってですね、僕ちょっと今からお見せしたい技があるんです。この浄化によって何が起こるかっていうと、敵のバフを奪い取ることができる。例えば真珠ではあってもそうやけど、なんか希望がついてたり、奮闘がついてたり、何がついてても、バフがついてたら浄化によってバフが取られるんで、敵のバフが減った後に発動するっていう武将がおったら発動するんです。この後見てもらいますんで、その武将は結構有効な武将なんです。その武将が僕なんで4軍におるんやって言われたら、なかなか難しいとこやねんけど、これは割り振りのタイミングなんですよ。もうどこの部隊も強くしたいなっていうので、この武将ね、専用武器の覚醒がございます。専用武器がね、覚醒すると、防御最上位の敵部隊に200の計略ダメージを与えってことで、これ純増で、元が180やから200になったら増えますよね、火力が。で、雲隠れなんですけど、武器覚醒の前は、自身に雲隠れなんですけれど、専用武器覚醒すると、味方10列になるんで、この今川義元ももちろん雲隠れで隠れるし、その10列におる武将、だからアタッカーを縦に2つ並べといたら、縦に2つとも雲隠れで隠れます。これが素晴らしい点ですね。はい、そしたらね、次は奥義スキルの方。これがね、ゲージが1っていうことで、さっき、属性の方で見たんですけど、奥義ゲージプラス1ついてましたよね。プラス1ついてるんで、もう最初にもう溜まってます。で、防御が最上位の敵部隊に180の計略ダメージを与える。自身に雲隠れ。これ、専用武器覚醒ね、こっちね。専用武器覚醒は、この奥義スキルのことが強化されるんです。覚醒スキルの方は関係ないですよ。奥義スキルの方が強化されるっていうちょっと珍しいパターンやねんけど。で、実質戦っていこうと思うんやけど、ちょっとね、その前にね、僕の舞台をちょっと見た方が分かりやすいかな。僕どういう風なコンセプトで舞台作ってるかっていうとね、この舞台一軍なんですけど、僕の一軍見られてる方ってあんまおらへんねんけど、一番早く動くんは、誰が何と言ってもこの初姫なんですよ。この初姫が一番早く動く。これが同じようにね、自身にバフが付与されると発動するんです。だから早い。やねんけれど、今のさっき見てもらった武将よりも、この初姫の方が早く動くんです。それなんでか言うとね、兵種でこれがなかったと思うんやけど、こっちにはこれがあるんですよ。一番やりたい。味方の中で優先的に行動するっていうことで、この一番やりたいを選んでることによって、強化してなくても、これしてたら、追いゲージプラス1がついたりするんですけど、一番最初にこのケースを選んでるだけで、この初姫の場合、一番最初に神髄がつくんですよ。だから敵が攻めてる時に、さっきの武将が、追って早く動くと思っても、こっちの方に最初に神髄がついていく時には、交互に神髄ついていくんですね。その時に、この子が守ってる方でも、一番やりたいで、この子が最初に神髄がつくから、この子が最初に動くはずなんです。それをちょっと踏まえとかへんかったらあかんのですよ。だから、今の舞台を使うんであったら、この相手に初姫がいて一番やりの時気ぃつけなあかんですよ。相手の方が早動いてくる。で、第2部隊っていうのが2軍がこれなんですけど、前田慶次のダブル編成部隊。これは一番早く動けるんが、この上演員の覚醒スキル、戦闘侵入時なんです。で、その次、早く動くんが、第3部隊は、ここに島津義久っていうのがいるんです。この島津義久が自身がバフを付与されると
敵単体に沈黙って、こういう感じでバフが付与されるとっていうのが、僕、1軍にも3軍にもバフを付与されるとっていうのがいるじゃないですか。っていうことは、このゲームは早く動いた方が勝つ。っていうことだけは、お伝えしておきますね。で、4軍に至ってはですね、こういう舞台なんですけれど、まあ、これが一番早く動くのが、この吉良上野之助。これが戦闘侵入時。だから僕が注力してるのは、戦闘侵入時で動くとか、ターン開始時で動くとか、バフがついてから動くとか、その速さの一番最初にどの武将が早く動くか。で、今まではこの5軍っていうのが、この5軍の部隊が、今からお見せする部隊なんですけど、この部隊の場合、一番早く動く武将っていうのは、平清盛なんですよ。平清盛が、戦闘侵入時に敵全体に増加2回っていうことで、これで相手のバフを奪い取ってくる。奪い取ってくると何が起こるかっていうと、この奥村助右衛門が、敵がバフが一つ失うとって、さっきの浄化によってバフを一つ失うと、この奥村助右衛門が動くんですよ。この平が動くことによって奥村が動く。その奥村が動くとどうなるかっていうと、もう一回ちょっと説明すると、味方全体に物理30ほどの防壁を与えるってことで、味方全体6人に防壁が入るんですよ。その時に防壁外された時のこと、一番最初にもう防壁入るんで、防壁が外されたら何が起こるかやったら、味方の防壁が破られると、味方全体に計略10ほどの兵力を回復、暗部、ランダムの敵2部隊に75の計略ダメージを与え封印、味方全体に不動効果を発動、自身に奮起、毎ターン8回発動っていう、このね、圧倒的、このチート的なもう黒田官兵衛が動き始める。何がすごい言うてね、不動を味方全体に張り巡らせるから、相手の明智とかの全体攻撃食らわないんですよ。この子は動けば動くほど。で、特にこの味方全体に暗部かけれるんで、なんか状態異常があっても、この黒田官兵衛が動いてたら、暗部かけれるんで、防壁外れた時にね。だからここに、これ僕、こう、つけてるんやけど、真髄ね。3枠に不動、4枠に不動なんですよ。これは間違ってる。間違ってるんやけど、あえてしてるんやけど、これは真珠が1個でも1枚でもついてて、この黒田官兵衛っていうのは同様で止まるからね。ここ同様で止まらないって書いてないでしょ。黒田官兵衛は同様で止まる。もっと言えば、僕の舞台、この徳川家康も同様で止まるんですよ。だから、黒田官兵衛が同様で止まった瞬間、舞台全部が止まる可能性はあるっていう感じなんですよね。だから、ここ、黒田官兵衛には真髄に真珠がついてる方がいい。一枚は。まあでも、この武将がいるんですよ。則常っていうのが。これが、自身の防壁が破られると、味方全体に物理500ほどの防壁ダメージを与えデメリット。で、不動効果を発動。ここでもね、この武将が、不動を2回重ねがけるんで、不動めっちゃ全体に張り巡らせます。で、ランダム敵2部隊に同様。で、攻撃が上位の敵2部隊に反転ということで、この不動がバッと入るんですよね。ほんで、この武将ね、ゲージが1なんですけれど、味方全体に 5% ほどの防壁を与え、これ防壁を薄く張り巡らすから、防壁外れた時に黒田また動くんでね。で、暗部効果を発動ということで、味方に暗部全体にかけれるんです。そこが優れてるんです。あ、それからね、今日はね、その話じゃないわ。今日は話してなあかんのが、作った舞台これなんですよ。これ、正月今川っていう、この正月の今川を起点に考えた武将なんで、舞台なんですけど、まあさっきの舞台見てもらって分かったと思うんですけど、牧の方が抜けてるだけ。牧の方が3列目におったんやけど、牧の方アウトして、今川義元がインしたんですよ。で、最初の6人に今川入ってて、
この部隊は、今までのこの部隊やったら、平清盛が一番早く動く。やねんけれど、今回は、この馬布が付与されるのが一番早い。この今川義元がいることによって、もうちょっと手が早くなるんです。この子が、馬布が、こういう感じでつくんですけど、真珠が1枚入ってるんですね。で、計略ダメージ、プラス18、6。これは馬布にならないんで、この子が発動する頻度が増えるわけではないんやけど、あえてね、計略ダメージ 16% つけてます。火力ちょっと増したろか、思って。だから一番最初に動くんは、この、今川義元に真珠のバフ、3枠の真珠バフがついていることによって、この子が動く。この子が動く。動いた時にどうなるんかっていう風の話なんですけど、動いた時に、今日は今川の話やから、ここなんですけど、同様に影響されない。自身にバフが付与されるとっていうことで、今、真髄で真珠がついたんで、この子が動く。敵前列にランダムの2部隊に脆弱。で、脆弱が入るってことは、敵の前列にもし真珠つけてる武将がいたら、その真珠が外れますよね。ほんだら脆弱が入っていかれへんねんけど、真珠が外れる。ということで、敵兵力最多の2部隊に110の計略ダメージを与えっていうことで、敵の兵力、これ2通りあるんですよ。バフが外れる。もし前列に真珠がついてたら、この脆弱によって真珠が外れる。さらに、敵兵力最多の2部隊。これは敵のスーパーアタッカー2部将に不動で守ってたとしたら、このダメージ110が攻撃していくと不動が外れるんですよ。不動が外れるってことで、うまいこと言ったら、この脆弱によって真珠が2個外れて、で、攻撃によって盾が、不動が2枚外れたら、もうこれ4枚外れるんですよ。敵の。ほんで、ここでさらに浄化を発動ってことで、敵兵力最多の2部隊にもし何かしらがついとったら、この子浄化発動するんですよ。で、僕の部隊でちょっと説明させてもらうと、この平清盛が優秀なは、戦闘侵入時に敵全体に浄化でバッと外せるんですけれど、いかんせん、この子戦闘侵入時に1回だけ動くだけなんですよ。だから、絶えず戦闘がずっと長期化すると、平清盛はお地蔵さんみたいなもんなんですよね。1回目で浄化でバーンって外れたら動けたんやけど、動けたいうのに何が動けるか言ったら、この奥村助右衛門が動けるんですよ。敵のバフが一つ外れるとって、奥村が敵のバフ、真珠でも不動でも何が外れても、この敵のバフが外れたら奥村助右衛門打ち込むんで。だから、僕が言いたいのは、この平清盛によって今まで奥村を動かしてたんですけど、それ以外じゃなくても、この今川義元によって今説明させていただいてます通り、前列に真珠が入ってたり、敵兵力最多の2部隊に不動が張ってあったり、さらに不動じゃなくても何が入っててもバフが入ってたら、この浄化によってこの今川が取るっていうことを覚えてほしいんです。だからこの今川義元を僕は何のために使ってるかっていうと、奥村助右衛門を動かすために使ってるんです。で、論理より証拠で、ちょっと実戦でね、戦ってみようと思います。ここまではね、僕が頭で考えてる舞台なんですよ。だから、実戦経験がない。実戦で戦ってないから、全く使ったことがないかわかんないんですけど、今からね、ちょっといろんなとこ戦っていこうと思います。はい、そしたらですね、ちょっと戦ってみようと思うんやけど、皆さん、いつもゴリさんの動画見られてる方もおられるやろうし、僕の動画見られてる方もおられると思うんでね。そうやね、ゴリさんと戦ってみようかと思うんやけど、とりあえずはね。ちょっと何戦か戦ってみて、どんな動きをするんか僕もわかんないんですよ。実戦で戦ってないから。
今川義元まだ使ったことほとんどないんで、わかんないですよ。で、特にね、ゴーリさんの場合、ちょっとサンプルになりにくいのは、3列目から秀光出てきた時に、どういう動きするんかな、いうのがあるんですよね。で、もっと言えるんが、ゴーリさん、義弘使っとうから、頂点の、後列3人に、気絶入ってくるでしょ。僕の方の舞台にね。だから黒田、徳川、今川、これ全部3人とも止められて削られそうな感じもするんやけど、まあ行きましょうか。デフォルト、黒田官兵衛、エンジン、基本陣形。基本陣形だから家康にスキル改心か。今川でもええねんけどね。今川にしてもええけど。まあ、これで行きましょうか。これで、機長か。これは、機長に支援部署つけるより、今川義元につけた方がいいね。まあ、それで、まあ、行こうか。せーの、これ、ちょっとどうなるか分からへんけど。ゴールさん、勝手にまた突撃させていただきます。これでもうさっき動いたってことは、もう僕のあれが動いてますわ。今川が。これでこう動いて、で、これで、この奥村助右衛門がね、多分、ゴーリキさんの場合、厳しいんちゃうかと思うんですよね。なんでか言ったらね、銃撃部隊が動かれへんから、動いてきやがった。動いてきた。こう来て、こう来て、こう来て、こう。硬いな、浅井茶々。4軍や、言うてもこれ僕4軍なんで、浅井茶々とかめっちゃ柔らかいはずなんですけど、奥村助も確かに硬いと思うけど、これで、今の凸でだいぶ倒されましたね。これはちょっと厳しいな。やっぱ銃撃部隊とは相性が悪いな。相性が悪い。頭の中で考えた感じでそんなに悪くないんですよ、僕の頭の中で。銃撃部隊にはやっぱ合わへんな。ということで、ちょっと、よきよく先輩に、ゴールキさんありがとうございました。ちょっとよきよく先輩にちょっと行ってみようかと思います。はい、そうしたらね、ちょっとデータが取りやすい方のね、よきよく先輩にちょっと戦わさせていただきます。失礼いたします。行こうと思いますの、早速。まず最初にね、今が動いて、でから、そうですね、こうですね。ほんで、奥村助も動くと思うんですよ。動かんね、フロイスが動いた。で、奥村助も動いて、フロイス以外は止めてる。で、家康。で、奥村助右衛門。で、今川。今川もね、もうちょっと火力上げたいのはやめてくれ。家康。で、これが、これ7周年とか、毒系の、あれですね。で、ここでやっと戦闘開始ですわ。平清盛は戦闘開始に全体に防壁張るんで、鉄壁とか全部張り巡らすんでね。あそこでやっと戦闘開始やったってことですね。でここで黒田官兵衛。黒田官兵衛が動いたらやっぱこの部隊強いですね。黒田官兵衛が動くことによって味方全体に不動を張り巡らせる。盾を張り巡らせる。これ今川なんかやったら何がついてるかっていうと、雲隠れで隠れてる。ゲージが1個溜まることによって、ゲージ追いスキル発動すると雲隠れで、自分自身で雲隠れ、今川義元。で、新庄。で、研修。不動。理解。東証がかかって、鉄壁。このね、ここに書いてあるのが全部バフなんですよ。このバフが入っていくことによって、もうこの今川が動くっていう感じ。ここバフがどんどん入れば入るほど、今川義元ってこうやって動く、ほら、こうやって動くでしょ。こうやって動けるんですよね。これもだから、今のも入ったんですよ。これでずーっといって、こう、で、こういう感じで。重傷やね、今。重傷で徳川家康、頂点部署、あの世に送られたり。これ何回も食らわしてると、これね、奥村助右衛門の、これ、わかりますかね今、奥村助右衛門の、何が入ったんかな奥村助右衛門の、この浮世絵とかのね、風化雪月とかでも、
この子にバフが入ってるってことなんですよ。この風化雪月の不屈でもこれ1個バフが入ってて、これも今川義元が動ける要素なんですね。で、この古種、これも風化雪月、これも動ける要素。古種、犬種、これ奥村助右衛門が売ってくれてるんやけど、奥村助右衛門をこの子が動かすことによって、この子にまた奥村助右衛門から犬種が入ったりして、この子がまたさらに動ける要素ができる。で、黒田官兵衛によって不動が入ってくる。これもバフになるんでね、不動も。で、東照って言って、これが徳川家康が味方全体に張り巡らすバフなんです。こういう感じで動かしていくっていう感じで、そうですね、こういう感じになってね、まあこれ4軍なんですけれど、まあコンセプト的にはこの今川義元は手数が多いっていうのは、今見てもらった手数多いんやけど、この子にバフが付与どんどんしていかへんかったらこの子全く動かないですよ。だからこの子になるだけバフがブワーッと入っていくように舞台を組んでったらかなり動きます。で、この子は一番の特徴は何がすごいかって言ったら、バフによって自分にバフが付与されると動くっていうことで最速を意味するんです。最速の武将の中の一人ですね。だから初姫と義久でこの義元、この3人はバフが付与されたら動く3人。その中でも早いのは初姫の一番槍、これが早いです。この今川義元によってこの奥村助右衛門が動かせるっていうのが、これでもね、バフが付与してなかったら今川義元動けないんですよ。で、奥村助右衛門もちろん動かないんですよ。今川にバフ付与するのは自分でできるんやけど、奥村助右衛門が動くには相手のバフが外れた時やから、相手バフつけてなかったら動けないんですよね。いうこともあります。ということで本日はこういう今川義元、正月の今川義元、ここまで手に入れてから使い方を勉強するのにものすごい時間かかりましてですね、多分こういう編成に組んでったらうまいこといけるかなっていうので今やっと組めました。ということで何かの参考になればと思います。この動画がためになった、面白かった方はチャンネル登録、高評価の方、またハイプの方をお願いいたします。どうもありがとうございました。